はい、皆さんこんにちは。アロマンチャンネルの高弘です。いやーもうね、外もだいぶ暖かくなってきて、いろんなね、お花とかが咲き始めたんですけど、それと同時にですね、庭の雑草も伸び始めてきました。いやーマジでね、もう僕は怖いです。これからどんどん庭のね雑草が猛威を振るい始めてですね、強制的に草刈りをせざるを得ない季節がやってくるんで、これまた大変ですよ。はいと、そんなことはさておき、前回はですね、こちら上のね梁、このように自然塗料いろはの黄梠染という色で塗装しました。先週の段階ではまだ結構ね塗料の匂いもしてたんですけど、今はもうすっかりなくなりましたね。いやーほんまにいい色やな。前回の動画のコメントでも、何人かお気づきの方がいて、この黄梠染っていうのは黄梠染の語法としても知られてて、それは天皇陛下のみが重要な儀式の際に袖を通すことが許された、いわゆる絶対禁食なんですね。黄梠染っていう色がそんな格式の高い色だっていうことをね、僕も今回初めて知りました。それを知らずにナチュラルに黄梠染を選ぶっていうことは、やっぱり僕はねお目が高いみたいですね。はいと、そんな冗談はさておき、今回はですね、いよいよね2階寝室の壁の石膏ボード張りを終わらせてしまおうと思います。石膏ボードももうかなり腫れてて、残すところ、正面の窓のあるこの一面と、こっちのね入り口のこの面だけですね。はいということで、今回も頑張っていきたいと思います。やってくで。そうね、まず石膏ボードを貼る前にここの窓枠を作らなあかんのか。サッシから壁の面まで今だいたい140あるんか。でそこにボードが1センチぐらいあったとして15センチで、そっから窓枠はだいたい1センチとか出すから、だから奥行きだいたい16センチぐらいの窓枠になるんか。だからちょっと出窓風になるわけです。オッケーオッケー。ほんなら窓枠にこのカフェ板が使えそうですね。このカフェ板ね、以前向こうの廊下に貼った時に何枚か余ったんですよね。ちょうどこれが使えそうです。よいしょ。よし。OK、いいね。よいしょ。OK、いいね。よし、ほんなら塗装していきましょう。よいしょ。で、窓枠の塗装にはね、毎度おなじみのこちら、キシラデコールのバリサンダ。結局ね、窓枠はバリサンダになっちゃいますね。よしょ。僕また言い間違えてるわ。今までこれね、バリサンダやと思ってたらね、パリサンダみたいですね。パリ。
やっとね、自分の間違い気づきました。パリサンダーですよ、パリサンダー。でね、僕がなんで、窓枠にね、毎度この、パリサンダー色をね、使うかというと、うちは窓、リクシルのやつね、毎回ブロンズ色っていうんですかね。ちょっと黒っぽいやつにしてるんで、やっぱりね、その窓のサッシにはパリサンダー色が一番ね、合うんですよ。で、あと、このね、キシラは木部浸透系の塗料なんで、こういう感じでね、ちゃんと木目を損なわず、色がね、入ってくれるっていう点も、僕は気に入ってるんですよ。これ、裏面はほとんどの部分が隠れるから、この辺だけ塗っとけばいいでしょう。よし。OK。まだちょっと半乾きって感じやな。もうちょっと置いといた方がいいな。じゃあこの間に天井下地仕上げてしまうか。もともとね、ここにエアコンを取り付けようと思って、大工さんにね、垂れ壁を組んでもらったんですけど、でも考え直して、やっぱりエアコンはこっちがいいなってことでね、こっちに垂れ壁を作りました。はい。なので、ここまだ、勾配天井のね、下地がね、組み終わってないんですよ。ここをね、今から仕上げてしまおうと思います。もう言うてね、もうちょこっとですね。ちゃちゃっとやってしまおう。よいしょ。よし。これで斜めにノジ板をかけていったらいいんやな。こういう時にマジで鉄砲欲しいな。よいしょ。よし。ついた。オッケー。よし。これでね、天井の下地はもう完璧なんで、壁、石膏ボードすべて貼ってしまったら、いよいよかかっていけるんですけど、大変になるよ、これは。窓枠乾くまでね、ちょっと関係ないところ、こっちの方とかね、先ボード貼っていきたいと思います。よし。よいしょ。さて、こう出しとこうか。よし、オッケー。
よし。OK。ほんならこれよりこっちはまあこの窓枠もね関係してくるんで、一旦この面はこれで止めておこう。で向こうの入り口側やっていこうか。でここはスイッチがあるんか。これはちょっと現物合わせで描こうか。これでこの裏側からこう描くと。よいしょ。よいしょ。うん、これスイッチのボックスとボックスのこの間、これが結構細いからポキって折れんようにせなあかんわ。気をつけよう。よいしょ。OK。まず1個。オッケー。どうだ。よいしょ。オッケー。で、この上にもう一個、天井裏換気扇用のリモコンのボックスがあるんですよ。これは、もうここでこう切っていきたいと思います。ということで、一回ちょっと止めよう。ここら辺。よいしょ。中ちょっと線があるんで、あんまり深く入れすぎず、やっていきましょう。ちょっと一回ここだけ。ここや。ああ、なるほど。おお、いい。こんなやり方が正しいかわからんけど、まあなんでもいいんですよ。OK。完璧ちゃんこれ。よっしゃ、線傷つけず無事カットできました。よいしょ。しゃ、こっからちょっと難儀な針回りですね。ああ、もうこれ嫌や。OK。よし。OK。よいしょ。いや、ほんまにね、このプラダン作戦いいですよ。世の中にこのプラダンというものがあってくれてほんと助かりました。もううちのために作られたんちゃうかっていうぐらい。プラダンありがてえ。よっしゃ。さあ、どうだ。OK。はい、来ました。よっしゃ。よし。これでいいと思う。よし。OK。さあ、どうだ。あれ。こうか。こう入れ込んで、こうか。よし。オッケー。最後ここ。オッケー。オッケー。
はい、寝室入り口側無事石膏ボードが全部つきました。完璧完璧。よっしょ。オーケー。ほんなら窓枠組んで取り付けていきましょう。よっしょ。もううちはね、窓枠はシンプルです。よくね、この角をトリマーとかで面取りしてね、おしゃれにしたりもするんですけど、でもこの部屋はね、結構和モダンなテイストで作ろうと思うんで、シンプルが一番いいと思うんですよね。よし。よし。オッケー。完璧。オッケー。きた。で、このサッシにもともとついてた付属のビスなくしちゃいましたなくしちゃったので、このね、サッシと同じ色のこの黒色のビスで留めたいと思います。長さがね30もあるんでちょっと長いんですけど、まあいいでしょう。よっしゃ、完璧。で、ここのこの窓台も結構ね、幅があります。だから十分になんかここに物も置けそうですね。観葉植物とか置いたら良さそう。よし。完璧。よし。OK。さあ、今この画角の中には猫がいます。どこにいるでしょう。正解はここ。そんな雑草の中に入っていかんでよろしいかな。今もう手入れが全くできていない日本庭園、もう雑草ぼうぼうです。その中でくつろいでおります。よりちゃんこんな雑草まみれの中でまあでもふかふかして気持ちよさそうやな。あそこあれ、さっきまでマーブルおったのにどこ行ったん。トビちゃんも日向ぼっこしてます。トビちゃんなかなか口内炎が良くなりませんね。あれあれ、アナグマちゃんアナグマちゃん、うちの納屋で何してんの。でかでかいね。アナグマくん。アナグマか、ハクビシンかあ逃げてった。よし、ほんなら最後石膏ボード貼っていきましょう。
よし、完璧。もう一発入った時気持ちよすぎる。よっしゃ。オッケー。よし。どうだどうだどうだ。よし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 。ほんで最後ここは、このエアコンのダクトを出さなあかんと。ここですね。ここら辺やね、大体。具体的にどんな感じでダクトはわしてどこから出すかっていうのがちょっとまだやっぱりエアコン屋さんと要相談なので、ダクトの穴はエアコン取り付ける際に開けてもらいましょう。よいしょと、ダクト穴はよし OK。 この上の線と下の線のこの間やったらどこ開けても大丈夫です。この間でお願いします。お願いしますよし、いけた。寝室壁全部石膏ボード貼れた。よし。はい、ということで無事2階の寝室壁全面石膏ボード張りすることができました。いやーマジでね大変でしたよ。というのもね、この寝室ね結構広いんですよね。余裕で12畳ぐらいあるのに加えて約2畳ぐらいのねウォークインクローゼットもあるんで、トータルにしたら15畳近くあるんですよ。それ全面の石膏ボード張りはねなかなかですよ。おまけにね一部こうね梁だとか複雑なところもあったりして1階の寝室みたいにスムーズにはいきませんでしたね。でこうやって壁ができてみて思うのが、なかなかこういい間取りというか結構使い勝手のいい寝室だなと思います。というのも部屋自体は真四角なんで家具の配置とかもめちゃくちゃしやすいですし、窓だって向こうが南側こっちが東側で日中お日さんもしっかり入りますし、割と低い位置に梁もあるんですけど、でも別に僕の身長やったら頭も当たることないですし、いやよくここに寝室を作ったなとちょっと自分を褒めたいです。本当にええとこに作ったと思う。いやこっちの方なんかもね、まさか奥がウォークインクローゼットになるだなんて以前はイメージもできなかったですね。だってここもともと床なくて穴開いてましたからねいやそう考えたら本当にねもうすごい様変わりしましたね。唯一残ってるのはこの梁と大黒柱だけですよ。それ以外はもうほんまに無の状態から作ったんで、いやーもうこの2階がもともとどんなんやったかも忘れちゃうぐらい様変わりしましたね。いやー当初はねほんと勢いだけで古民家再生やってみるかみたいな軽いノリでね始めたんですけど、道中ねもう数えきれんぐらいの苦労やピンチに遭いながらもね、よくぞここまでやってこれたなと今日ばっかしは自分を褒めたいですねだってもう同じこともう一回せ言われてももうできる気せんもん。まだまだね古民家再生この後も続くんですけど、でもここまでやってこれたなら絶対最後までやりきれるなっていう自信はね今はあります。これからもね頑張るんで引き続き応援していただけると嬉しいです。はい、とはこんな感じでね今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。次回からはねいよいよこの寝室天井作業にねかかっていくんで楽しみにしていてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。